はいどうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は鈴木の教本の第2巻の1番から5番か6番ぐらいまでをやってみようと思います。こういったようにですね、このチャンネル初めてご覧になってくださった皆さん、このチャンネルはバイオリンについて僕が分かる範囲でのこと、僕ごときのレベルですが、僕が分かる範囲のレベルについてのバイオリンのことを、いろいろ考えながらですね、皆さんと共有したいと思って、お話ししています。バイオリンについてのですね、いろんなことを話してますので、ぜひ、チャンネル登録をですね、お願いできたらと思います。で、また、Facebook のグループで、バイオリン道場っていう全く YouTube と同じ名前で、Facebook グループをやっております。そちらの方は、守秘義務というかですね、外に漏らさないっていうルールに同意していただいた方のみの参加とはなりますが、そこに同意していただければ課金とか一切なしでですね、ここでは話せないオフレコの情報とか、めぼしいですね、演奏会、今は演奏会少ないですけど、そういったいろんな情報をシェアしていく場にできてたらなというふうに思っていますので、もし興味ありましたらですね、そちらの方も覗いてみてください。はい、ではということでやっていきましょう。今日は、鈴木の2巻の1番からですね、まずはヘンデルの合唱やってみようと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この曲は、知ってる皆さん多いとは思うんですけども、特に注意すべきポイントが2つあるかなと思います。まずは最初のこれ同じ3の指でアー線から D 線に音が移動しますね。これを何も考えずにアー線でと押さえると、そのままでは D 線は押さえれませんよね。なのでもう一回押さえ直さなきゃいけないっていうことになって、例えばですね、このように音が切れてしまうっていうことが起こってしまいます。ですので、おすすめとしては、ちょっとカメラに見えるようにこのように、これは普通に1本の指で押さえていますが、これをちょっとずらしてこちら側のアー線の方にも指がかかるように、ただし D 線の方にしっかりと力がこうやって入るように、完全に真ん中ではなくて D 線に力が乗ってるけども、すいませんでした、アー線に力が乗ってるけども D 線の方にも、触れてすぐ移行できるように。ですので少しこちら側に置いてます。普通だとこれが普通でも、これだとほとんど触ってるか触ってないかぐらいになってしまいますので、もうちょっとこっちに置きます。このぐらい。これ本当にビビたる違いですよね。こうかこうか。でもこれをすることでこのまま腕を回転させるだけで、ソの音が出せるようになるわけです。これをすると非常に滑らかにこのように音が出せるようになりますので、ぜひご自身の楽器でですね、どういうことなんだろうって思いながらですね、ちょっと頑張って、研究してみていただけたら嬉しいです。そして次は、これはバイオリン独特の問題ではあるんですけども、開放弦っていうのは音が大きくなりがちです。つまり指で押さえるっていうのは柔らかいですよね。指は柔らかいもので弦を押さえてますので、それに比べて指を全く触らない状態っていうのは、
完全にここの部分とこのコマの部分とで硬いもので弦が、振動が抑えられている状態です。ですので一番響きますとか一番音が響くわけです。これを指で押さえる音はもちろんそれなりには響きますが、開放弦にはかなわないわけです。ですのでここで考えるわけです。メロディーが一貫したメロディーを弾いている場合に開放弦の音を何にも考えずに弾くとどうなるか、こう例えばここですね。こういうところ、これは今何にも考えずに特に右手を変えることなく弾いたわけなんですけども、これだとの音がすごく大きく聞こえてしまうんですね。ちょっとこれ動画で伝わってるかどうか怪しいですけども、ですので少し開放弦を弾くときは弱めに、ほんのちょっと弱めに弾くっていうのを意識すると、なるべくじゃない、結構滑らかにですね、音量の変化がガーッと一気に上がったりとかせずに、メロディーが続きます。そういうのを意識していただいて、もうこういう細かいところはある程度しょうがないですね。そこだけ緩めるっていうのはできる人はできると思いますが、なかなか僕には難しいです。これを弱くするときには弓の圧力をぐっと抑えないようにするっていうやり方、それからコマから遠ざけるっていう両方あります。でまたD線に行く、これは開放弦じゃありませんので、少し今までと同じ強さで弾くということですね。これぜひ意識してやってみてください。この開放弦っていうのでは常にこの問題が起きますので、ちょっと細かいんですけども、もしですね心にゆとりがある方は少し考えながら弾いてみてください。そしたら2番いきます。バッハのミュゼットいきます。という風になります。いかがでしたでしょうか。これはですねちょっと難しいのが、1段目1234小節目がアップから始まってしまうので、これが普通の曲だったらとダウンから始まっている場合っていうのが多いと思うんですけども、こういう例えばその8分音符の4つ続いたようなパターンっていうのは、でこれはダウンからだと弾きにくいんですけど、アップからだとちょっと弾きにくいですよね。でこれよくありがちなのがという風になってしまう場合です。もう一回弾きますね。こうではなくてこのように
たら弾いていただきたいわけです。これは何が違うかと言いますと、全てはリズムにあります。あとは弓の圧力とかもあるんですけども、要はじゃなくて1拍目の音っていうのは少し重く弾くとか強く弾くっていうことではなくて、少し大事に弾いていただくといいんじゃないかと思ってます。この大事にっていうニュアンスが、僕は個人的には結構大事かなというふうに思っていまして、つまりこの部分は大げさにやればこのようになるわけですけども、ビブラートを少しかけて少し長めにこれを弾くわけです。これが全くないといきがちです。そうすると実は物理的には音の長さは一緒かもしれませんが、これをするとすごくなんていうんですかね、音楽が転んでるように感じます。タタ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 って転んでるように感じてしまいますので、ラタタタとこう言ってほしいわけですね。というふうになりますので、ちょっとちゃんと伝えられてるかちょっと怪しいですけども、でも言いたいことはそういう、ことになりますので、少し、トライしてみていただければという思います。あとは、強弱の問題。強弱はフォルテでときて、これまた開放弦が出てきましたね。これ強くなりがちですので、ちょっとだけ抜いた方がいいかもしれませんね。でそのままこう入るわけですが、これは幸い弓の先で始まりますから、ピアノにするのっていうのは比較的楽かもしれませんが、その前に結構頑張ってですね、こうするときに、少し指板の方に寄せたりですね、指の使い方を変えます。と使ってたのをこのような音の出し方、少し、トライしてみていただけたらと思います。そしてこういうふうにピアノになった時に注意していただきたいのが、音がちっちゃくフォルテからピアノになった時に音が何て言うんですかね、こう雑にちょっとなってしまって、こう雑になりがちということがあります。このようにではなくて、こういうふうに小さくなった時こそ大切に、これは大事なのは、ではなくて、ここをこう早く弾かないっていうことです。これは何にも考えないとなってしまいますが、あえてこういうふうに弾くことをお勧めします。伝わっているでしょうか。これはテンポというのは常にビートの、真上にこうトントントンとくるわけではなく、こういう、聴いていて心地よいリズムというのは少しだけずれたりとかしている場合があります。このずれっていうのは、小節単位あるいはフレーズの単位でちゃんときちっと元に戻るようには設定するんですけども、必ずしもオン・ザ・ビートではないことがあるっていうのがこのクラシック音楽の面白いところじゃないかなというふうに思っています。最後のところも結構美しくて、これ右手の力を脱力として力を抜くっていうことがある程度習慣にできている方には簡単かもしれませんが、ギュッと握りしめて持ってしまっている、これ見た目そんな変わらないですけど、今これリラックスしている状態、これに力を入れるとこんな感じなんですね。これでも見た目そんなに変わらないんですけども、これをしてしまうと
こんな風になってしまうんです。なのでこれは、練習する時できないと思った方ができるようになるためっていうのは、基本的にはゆっくりとまずやってみることです。ここからこのような練習をまずしていただいて、今僕の右手に注目していただけるといいかなと思いますが、その後例えば付点でとか、これはゆっくりと練習するっていうのがあった上でこの付点を練習することに意味があるわけなんですけども、要は付点の練習をしたところでですね、右手が固まっていってもこのような音、ちょっと死んだような音になっちゃうんですね。ですのでこれはあくまでもゆっくりこのように弓の軌道が穏やかに変わるようにっていうのを十分意識づけされた後に、というふうに練習してみてください。ということでいかがでしたでしょうか。じゃあ3番いきましょう。狩人の合唱ですね。このウェーバーの作曲です。これは非常に懐かしい、曲になりますが、どんな感じでしょうか。これ僕今弓間違えましたね。というふうになります。これは僕は個人的には非常に懐かしい曲なんですけども、ポイントがいくつかあります。まず出だしを多くの、呼吸を意識したことがない方っていうのは、例えばこういうふうになってしまいます。このように始めてしまう方っていうのが結構僕が知ってる方では多いように思います。つまり何にも始まる気配がないままこう始まるわけですね。これをしてしまうと聞いてる人たちは突如として始まったというふうに感じてしまいます。西洋音楽は必ずそのテンポがあった上に成り立つ音楽ですから、最初からどのテンポで弾くのかっていうのは自分の中である程度リズムを刻んでおく必要があります。そしてあくまでもこれは頭の中の話なんですけども、頭の中でリズムを刻んでおいて、その刻んでるリズムでうまいことになります。ですのでこう考えてるわけです。1、2、1、2、そしてここに乗っかるわけです。こう乗っかるわけです。ですので1、2とこうなるわけですから、呼吸というのは1必ずと吸って始まるのが一般的ではないかなというふうに思います。ということで、この呼吸とあと自分の頭の中でリズムを刻んでその上に乗っかっていくっていう
今お話をしたんですけども、これはできるようになったとしても、簡単な曲ではできても難しい曲になるとなかなかできなかったりと、結構奥深く難易度が高いことかなと個人的に思っています。僕自身もなかなかうまいこといかない時もあるんですけども、こういう曲で練習するっていうのは一ついい解決策になるんじゃないかなというふうに思っています。そしてあとは双方的に重要なこととしてはスタッカートがありますね。スタッカートを弾くときに全部弓をベタッとつけてしまう方っていうのが時々いらっしゃいます。そうするとどうなるかっていうと、このように音がちょっと潰れたように聞こえませんか？これは弓を弦にベタッとこうギュッと押さえつけていると起こります。こういう起こります。ですのでこれはまずは右手を少しリラックスさせます。そしてこれ弾くときに今画面によってお見せしますが、これなら見えるかな。このように弦の上に弓があるわけですけども、これが今ちょっとこっち側倒しますね、見やすいように。これ今乗っかってるだけです。これを押すとこのように押しますね。また離すとこのように、このどれだけこのように押し込んでいるかっていうのをちょっと意識しながら弾いてみることをお勧めします。そうすると実際にはどうなっているかっていうと、その音が出る瞬間は少しグッと押し込んでいる状態にはなるんですけども、これが音が出た瞬間にはもう離れてますっていう風になりますので、このようにすると音が軽やかに、流れるような音が出る一つの助けになるかというふうに思います。ですので押さえすぎない程度に最初のところのアタックをかけるとき、音の出だしの時だけはクックって、右手をやることによってスタッカートのニュアンスは出ますし、これが音がギュッギュッって潰れないようにするために弓を少し浮かせるように力を緩めるっていうことをぜひしてみてください。はい。で、あとはこういうことありますけども、この場合は、アクセントもついてますからといって必ずしもこのアクセントの音の時に完全に噛んでというふうにやれる準備は今回できないわけですけど、それでも音が出るタイミングっていうのはクックックっていうふうに右手を少し使うようにしています。はい、いかがだったでしょうか。では4番いきましょう。これは今僕もあんまりうまくできなかったんですけども、いかに呼吸を楽にして右手をいかにギュッと握らないかというので、この曲を弾く時の明暗が分かれるかなというふうに思います。これは体をギュッと収縮させてというんです。緊張があった状態で弾くとこのようになってしまいますので、できるだけリラックスしていただいて、このように弾くといいんじゃないかなというふうに思います。そしてこういうリラックスした曲を弾くときに息を吸って始めるのか吐いて始めるのかっていう問題があるんですけども、これは人によって違うと思いますが、僕は例えばですよ、この曲だったら今吐いたの分かっていただけますでしょうか。鼻の息を少しと吐きながら吐いた直後に弾き始める。これによって体がちょっとリラックスした状態で始められるわけです。これ吸って始めるとこのようになってしまいますから、吸って
吐いて始めるとリラックスしてできるかなと思います。そしてただリラックスして弾くだけではこの曲弾けるとは限りませんので、8分音符を丁寧にいきます。ですのでこのように無神経に8分音符を意識しないで弾くのではなく、分かっていただけますか？ではなくてと意識して弓のスピードが速すぎないかなとか、圧力は強くなりすぎてないかなっていうことを意識しながら大切に8分音符を弾く練習をぜひしてみてください。バリエーションもいってみましょう。ということですね。これも先ほどと同じで弓を握りすぎないっていうことが非常に重要かなと思います。握ってしまうとこのようになってしまいますから、移弦するときに必ず弓を持ってグッと移弦するんではなくて、弓の成り行きに任せるように今、右手を見ていただきたいんですけど、決してこうやって持ってませんよね。こんな感じで緩やかに考えます。要は弦の上に弓がそのように乗っていればいいわけですので、必ずしもこうやって持ってこの角度でこうしなきゃっていうわけではないわけです。自分の力でこのようにコントロールできてればいいわけですね。はい、ということになります。そうですね、もうこの辺で今日は終わりにしましょう。4番までやりましたがいかがだったでしょうか。もしよかったらですね、チャンネル登録と高評価ボタンしていただけたらとっても嬉しいです。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。